皆さんこんにちは、ガジログです。今回はソフトバンク独占販売となりますライツフォン2がついに発表されました。発売日が2022年11月18日金曜日に発売となっています。一体どんなスペックになっているのでしょうか。スペックの方解説の方していきたいと思います。まだ情報がですね多く出ていませんのでわからないことも結構あります。公式サイトの情報のみに特化してお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。では早速ね、主な特徴を見ていきたいと思います。なんといってもライカと言いますと、ドイツのカメラメーカーということで、もはやスマートフォンでなくカメラと出ていますね。カメラメーカー監修ということで、リアパネルにライカ監修のカメラ周りが搭載されています。カメラのその特徴なんですけども、約4720万画素の1インチセンサーのズミクロンレンズがついているということになっています。精密な光学技術の結晶である大口径レンズ、圧倒的な集光能力を持つ最新の約4720万画素大型1インチセンサーを搭載。高画質と自然な色表現で見たままの世界を映し出すライカらしい卓越した描写性能を実現しています。全画素を用いた増面位操作オートフォーカスにより高速で高精度のピント合わせが可能になり、決定的瞬間を逃しませんと出ていますね。ライツフォン1も昨年出ていましたけども、それよりももっとね高速で高精度のピント合わせが可能になったということになっています。実際どれほどの速さなのか興味深いところです。ちなみにですね、こちらのベースモデルとなりますのはシャープアクオスの R7 がベースとなっているようです。そのモデルを今回ライカ監修ということで、シャープが一つのねリモデルというかリブランドしたような感じになっています。でもほとんどねこの背面を見てみますと、そのシャープという面影がない感じになっていますので、もういかにもライカが作ったようなスマートフォンのデザインになっていますね。その他の情報になりますが、フォーカスに関しましてですね、オクタ PD オートフォーカス AI による被写体認識と出ていますけど、8つのフォトダイオードのオートフォーカスになっているということです。そしてレンズに関しましては F 値 1.9 ということですごいですね。 35mm 換算になりますけども、超広角の 19mm が搭載されているということですね。すごいですね。そしてエクスペリエンスということで、ライカ M レンズをシミュレートした撮影ができるカメラモードライツルックスによる撮影、そしてライカカメラの使い心地を感じられるライカ ML シリーズのシャッター音、これいいですよね。そしてブライトフレーム、ライカカメラの UI をベースにしたクイックセッティングでライカカメラの世界を体験できますと出ています。さすがにライカのカメラ買うともうめちゃめちゃ高いわけですけども、気軽にねスマートフォンでライカを体感できるということになっています。そしてライカ M レンズによるインスパイアされたレンズシミュレーション、独自の世界観を象徴する深みのある色調表現ができるということです。こちらの機能がレンズエフェクトという機能になっているようです。その中にはズミックスの 28mm ということで、人間が日常的に使用している視野に近く、風景や建築物に適した画角で遠近感を生かした撮影ができる広角レンズとなっていますね。こういったモードがあるようです。ズミックスの 35mm に関しましては、街角の風景や表情を直感的に切り取れる適度な画角でスナップ撮影に適したオールラウンドに活躍するレンズと出ていますね。そしてもう一つはノクチルックス 50mm ということで、ポートレートに適した滑らかで美しいボケ表現による魅力的な写真が撮れます。デジカメでは標準的な画角のレンズですと出ていますけども、こういった感じの写真も撮れるようです。そしてカラー&トーンフィルターということで、色調はオリジナルを含めて4種類用意されています。レンズと色調を組み合わせることにより、ライカらしい深みのある色調の写真を撮ることができますと。モノクロームのバージョン、そしてシネマクラシック、そしてシネマコンテンポラリーということで、オリジナルを含めて4種類ということになっているようです。また時代に左右されない上質な象徴的デザインとあります。デザインと品質のどちらも妥協しないハイレベルなものづくりをスマートフォンにも継承ということで、このボディそのもののねデザインに関して上質ですよと謳っています。詳しく見ていきたいと思いますけども、隅々までライカのデザイン哲学ですとあります。ライカの特徴である本当に必要な要素だけを取り入れ、デザインと品質のどちらも妥協しないハイレベルなものづくりをスマートフォンにも継承。アイコニックな側面のローレット加工は単なる装飾ではなく、撮影者がしっかりホールドしてシャッターを切れるように施してありますと出ていますね。この側面にありますローレット加工とありますけども、側面がねツルツルの感じではなく、少しこう刻みが入っているような感じで、結構滑りにくくなってるんじゃないかなという感じがします。この辺はいいですよね。最近は
は縦型も増えましたけど、横向きで撮るときにね、結構滑りやすいっていう、そういったスマホもありますので、裸で持つ方に関してなんですけどもね、こういう滑り止めの加工されてるのはいいなと思います。そして購入時に付属するアクセサリーになりますけども、こちらのシリコン製ケース、ブラックのモデルですね。そしてレンズを保護するアルミニウム製レンズキャップを用意してます。ということで、やっぱりね、このレンズ、アルミ製なんですね。ついているようです。かっこいいですね。そしてカメラの体験を支えるハイパフォーマンスとあります。最新スマートフォンとして妥協のない基本スペックを搭載ということで、先ほどもお伝えしましたけど、こちらのベースになっているのはシャープアコース R7 ということで、かなりね、ハイパフォーマンスになっていますね。ではスペックの方を確認の方をしていきましょう。まず終日の撮影でも安心の大容量バッテリーとストレージと出ていますね。これをメインとして謳っているようです。そのバッテリー容量は 5000mAh となっていますので、だいたい妥当なのかなという感じになっていますね。続けてこのディスプレイになりますけども、 6.6 インチの10ビット OLED ディスプレイということで、シャープのね、イグゾー OLED を使われているということになっています。そして高輝度で最大では2000ニットということで、めちゃめちゃ明るいディスプレイになっていますね。また色表現は10億色表示することができるようです。これもすごいですね。そして RAM と ROM ですね。メモリーとストレージになりますけども、RAM は 12GB になっていますね。しかも LPDDR5 となっていますので、高速のメモリーになっています。また ROM 容量になりますけども、512GB、めちゃめちゃ大きいストレージになっています。またそのストレージは UFS3.1 の高速タイプになっていますので、このあたりも申し分ないと思います。また SoC に包含される CPU になりますけども、スナップドラゴン8 Gen 1ということで、昨年2021年の12月に発表されましたスナップドラゴン8 Gen 1が搭載されています。このあたりも抜かりがないなという感じですね。サイズ感がこのようになっています。約幅が 77mm、そして縦 161mm、厚さが 9.3mm になっていますので、決して薄いわけではありませんけどもね、レンズの部分も含めてなのか、出っ張りのことを抜きに考えて 9.3mm かちょっとわかりません。そして重さはちょっと重いかなという感じですけども、211g になっています。カメラレンズ周りあたりね、結構機能が豊富になっているので、これぐらいの重さなのかなという感じです。そして SIM に関してですね、実際ね、デュアル SIM だとは思うんですけどもね、物理的な SIM カードと電子的に記録する eSIM に対応しているということです。そしてプラットフォームとありますけど、 OS は Android 12ということで、まだ13には対応していないようですね。そして外部メモリーカードも使えるようですね。マイクロ SDXC 対応で最大 1TB まで対応しているようです。そして詳細スペックになりますけど、ディスプレイは約 6.6 インチの Pro IGZO OLED というなっていますので、シャープの開発した省電力に特化しているね、IGZO になっていますね。そして解像度などありますけども、 2730×1260 ドットという結構いいスペックになっていますね。数値的には大きなものになっています。そしてカメラになりますけどね、メインカメラが4720万画素、そして距離を測るセンサーになりますけども、190万画素のものがついています。また手ブレ補正もしっかりついています。そして最大の動画の記録ですけども 8K、 これすごいですね。 7680×4320 ドットに対応しています。そしてサブカメラとありますけど、おそらくフロントカメラのものだと思いますけども、1260万画素となっています。そしてテレビ、ワンセグ対応、フルセグ対応ともにありません。また耐久性になりますが、防水の方で IPX8、そして防塵の方では6と、最高等級のものにそれぞれ対応しています。Wi-Fi に関しましては、AX に対応していますので Wi-Fi6 に対応しているものと思われます。またその他の部分で気になる部分ですが、お財布携帯対応になっていますので、フェリカ搭載で Suica や ID、クイックペイとかね、その辺は対応しているものと思われます。そして赤外線は非対応ついていません。生体認証になりますが、指紋センサーの対応、そして顔認証も対応しています。そしてワイヤレス充電になりますね。Qi 対応になっていますので、置くだけ充電もしっかりできるようになっています。はい、というわけで発売日が2022年11月18日金曜日になっています。お値段が22万5360円ということで、結構驚異のお値段になっていますので、なかなかこれをね、手出せる方っていうのは多くないんじゃないかなという気がしますけどもね、ライカのカメラっていうことで興味津々になりますので、一回触ってみたいなという気もします。はい。というわけで今回ソフトバンク独占販売ということで、シャープが製造しますライツフォン2がいよいよ11月18日に発売となります。お値段が22万5360円ということで、驚異のね、価格になっているので、ここでもね、20万円オーバーということで買う方を選ぶのかなっていう感じはしますけども、スペック的には申し分ないですし、しかもライツフォン2ということでね、昨年のモデルをさらに
上回ったスペックになっています。興味のある方はいかがでしょうか。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。